皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス大事なのは強度ではなくボリュームですというお話をしていきたいと思います。この話題はフィットネスインフルエンサーのジョーフィットさんが発信していた大事なのはボリュームではなくて強度ですという内容を見て発信しようと思った内容です。僕のチャンネルはアナリティクス上ではジョーフィットさんの動画を視聴されている方も多いので、僕の意見をお伝えしようかなと思います。この内容は普段僕が話している内容、重要だと思っていることと真逆なんですよね。なので今回のジョーフィットさんの動画は非常に興味深く拝見させていただきました。今回お話しする内容はジョーフィットさんの主張を批判するものではなくて、高強度低ボリュームと低強度高ボリュームのどちらの可能性も考えた上で僕の意見を述べていきたいと思います。前提としてジョーフィットさんは筋肥大において議論されており、僕はベンチプレスの重量向上に関して考えを話していますので、論点が異なる点に関してはご了承ください。ジョーフィットさんの動画は概要欄に貼らせていただきますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。気合の入る動画が多くて僕はすごい好きです。さて、トレーニングにおいて全身性過負荷の原則というのは非常に重要です。全身性過負荷の原則、つまりプログレッシブオーバーロードの原則は筋力と筋肥大を促進するための基本原則となっています。前回のトレーニングよりも少しずつ負荷を増やしていくことで筋肉が適応し成長していくということですね。この負荷というのは重量、レップ数、セット数、インターバル、TUT、緊張化時間ですね。あとは頻度などがあります。これを少しずつ増加させていくということが大事なんですよね。これはジョーフィットさんも言及していたことで僕も同意します。彼の意見は重量を増やしましょう。ボリュームを下げても限界ギリギリの重量×レップ数×セット数を行いましょうという意見だったと思います。しかし僕は多くの初級者から中級者の方にとっては強度よりもボリュームが大切だと考えています。つまり重量×レップ数×セット数を最大にするということです。ギリギリまで追い込むよりも多くのセット数、レップ数を行うことに重点を置いています。これは量をこなすことが質に転化する、すなわち量質転化の原則が働くからです。とにかくベンチプレスをやり込むということが成長への道だと思っています。次にトレーニーが今いるフェーズによって強度が重要かボリュームが重要か変わってくるというお話をします。負荷を増やす方法というのはいくつかのアプローチがありますけれども、その中で強度を増やすのか、それともボリュームを増やすのか、どちらを優先すべきかというのは、そのトレーニーのレベルによって異なります。例えば初心者、これは男性だったらベンチプレス80キロ以下としましょう。あとは初級者、男性でベンチプレス100キロ以下、中級者、男性でベンチプレス120キロ以下の方にとっては強度よりもボリュームが重要だと考えています。理由は3つあります。1つ目は怪我のリスクです。初心者から中級者はフォームがまだ整っていないケースが多いので、高強度のトレーニングばかりだと怪我のリスクが高いです。2つ目は練習量が増えることです。ボリュームが多いことで練習量が多くなり、フォームの習得が早まります。これは先ほどの量質転化というところに当てはまります。ベンチプレスはフォームの完成度が重量に直結するので、繰り返し練習することで技術が向上します。3つ目はボリュームイコール筋肥大です。高強度で少ないレップ数、セット数を行うよりも低強度で多くのレップ数をこなす方が筋肉の成長には効果的です。今のところ筋肥大に対して一番大きな要因というのはボリュームであるというふうに研究ベースでは言われています。僕も体感的にそう感じます。以上のような理由から初心者から中級者までは強度を重視したトレーニングではなくボリュームを重視したトレーニングを推奨します。もちろん無限にボリュームを増やせばいいというわけではありません。ここで重要になってくるのは疲労の管理です。なので初めのうちは少ないセット数からスタートして徐々にセット数を増やしていきます。目安としてはトレーニング初期は週10セット程度、1ヶ月ごとに1セットずつ増やしていくという感じですね。セット数、ボリュームに関しても全身性過負荷の原則に基づいて少しずつ増やしていきます。次に追い込みすぎることによるリスクについてお話しします。
追い込みすぎるとフォームが崩れて怪我のリスクが高まります。特に初心者から中級者にとっては正しいフォームでトレーニングを行うということが最優先です。追い込むのは週に1回から2週に1回ぐらいで十分です。この週に1回から2週に1回程度っていう追い込みの頻度を達成するには、無計画にトレーニングを行うのではなく、計画的かつ機械的にトレーニングを行うということが重要です。今回のセットをクリアしたら、次回はプラス 2.5 キロする。それで増やしていって、限界が来たらマイナス10キロする。などですね。機械的に重量を増やしていくというルールを決めることで、定期的に追い込むトレーニングを行うことができます。その日のトレーニングでどれだけ追い込めたかというのを重要視するよりも、週間とか月間でどれぐらいプログレッシブオーバーロード、全身性過負荷の原則に基づいて負荷が増えたのかということを確認するのが重要です。最後に、先ほども少しお話ししたんですけれども、非常に重要なこととして、どのレベルの人が誰に向かってその発信をしているのかということは注意して情報を受け取る必要があります。ボリュームの増加があまり意味をなさないのは、トレーニング歴が長くてフォームが完成している上級者である場合が多いです。ジョー・フィットさんもご自身で初心者の時に彼女に振られて1日8時間ぐらいトレーニングをして謎にでかくなったとおっしゃってましたが、それがまさに初心者にとってボリュームが重要であるということの証明だと思います。初心者から中級者の頃は低強度高ボリュームの方が伸びやすく、上級者になったら強度や追い込みが成長の鍵になる可能性があるということを示唆しています。今回のお話は以上です。ここまでの話をまとめたいと思います。多くの初心者から中級者にとっては強度よりもボリュームを重視することが効果的だと思います。ボリュームを増やすことでフォームの習得だったり、怪我を防止できたり、筋肥大の促進が期待できるからです。高強度低ボリュームのトレーニングは上級者にとっては効果的かもしれません。ただし、初心者から中級者にはリスクが伴います。トレーニングの効果を最大限に引き出すためには、全身性過負荷の原則に基づいたトレーニング計画を立てて、それに従ってトレーニングしていくことが重要です。ただし、ここまでお話ししてきましたが、トレーニングは非常に個人差が大きいので、自分に合った方法を見つけるということが非常に重要です。このチャンネルでは、ベンチプレスが強くなるための動画をいろいろ出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。メニュー作成を3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっています。あとは質問リストとだけメッセージを送っていただいて、その中からまたメッセージを送るといろいろ学べるようにもなっていますので、よろしければ遊びに来てください。YouTube の文字起こしブログもやっています。動画が見れない環境の場合とか、文章ベースの方がじっくり勉強できるよという方はこちらにも遊びに来てください。18号プログラムのスタート重量の計算機とか RM 換算の計算機を置いてあります。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。